はい、コーヒーラバーの皆さん、こんにちは。山陽産業カフェック CEO の中塚茂次です。今日はですね、東京からわざわざ岩崎泰造さん、コーヒージャーナリストの泰造さんと、それと福岡から今日は東華堂の焙煎世界チャンピオンの後藤直樹さんにこの湯の町別府に来ていただきました。これからですね、この3人で、円錐のフラワー、そして、線形のオーバルの対談をやってみようかなという企画を考えております。それでは皆さんお楽しみに。イエーよー立ってるだけ。その朝入りのコーヒーってやっぱりその新酒と10日でいったら、私はなんかその新酒の方が少しこうぼやんとした感じにあって、で10日の方がなんか芯があって、こう芯が通ってて背骨が通ってて、こうその周りに味があるような感覚なんですね。それからいくと朝入りのコーヒーでそれやっちゃうと、もう酸も強いしボディも強すぎて重くて飲みにくいっていうコーヒーで、朝入りのコーヒーはちょっと紳士的に出してしまった方が味のバランス整うと思うんですね。で逆に深入りのコーヒーはもうそういう紳士的な感じで入れると、もうスカスカに味がこうどっちらかって苦みもどっちらかってなんかこうバランスが悪いんですけど、そこにちゃんとこうギューッと芯を作っていくと、深入りのコーヒーは芯を出した方がバランスはいいと思うんです。心地よい深入りコーヒーこそ10日、朝入りは新酒が向いてると思うんですよ。それはもう紅茶とコーヒーの違いって僕は思ってて、朝入りコーヒーっていうのはやっぱどこまで行ってもやっぱりその香りとかを楽しんで、さらっとして綺麗でっていう感じだと思うんですよ。その流れでいくと朝入りコーヒーはどちらかというと線形使った方がいいみたいな流れ。そうなんですよ。本当はそうだと思います。朝入りは円錐みたいなイメージ強いじゃないですか。それってもしかしたら捉え方逆かもしれないっていう話。でもじゃあその皆さんその円錐を使ってるんですけど、じゃあ円錐をその円錐のポテンシャルを本当に発揮できるような感じで使ってるかっていうと、やってること真逆で、円錐は10日に適してるけども、親戚で使うケースが多いですね。で特にやっぱこう攪拌して、溜め込んでるわけですからね。溜め込んで、しかも攪拌お湯を使ったり、それこそスプーンで直接の攪拌使ってやってるじゃないですか。あるいは抽出効率高めてるっていうので、意味はきちんとあるんですけど、でもそれするんだったらオーバルの方がやりやすくないですかとは思うんですよ。わざわざやりにくいそっちでやるっていうのがよくわからないというね。でみんなそれをこう疑いなくこうやってたり、じゃあそのためにこうわざわざねこう落ちにくいペーパーを使ったり、逆に落ちやすいペーパーを使って細かく引いてっていう、でそこでなんかバランス取ってるんですけど、そもそも線形使っちゃえよの方がいいんじゃないのかなとは思いますけどね。そっちの方がバランス取りやすいじゃないかなとは思います。ちなみにそうすると深入りコーヒーはもしかするとより透過性を高めるために円錐がフィットするかもしれないっていう話。そうですね。もともとやっぱ深入りコーヒーで一番使いやすいのは、私は個人的にはネルドリップだと思うんですよ。でネルドリップを純粋にペーパー化したものが円錐っていうことですよね。そうなんですけどね、やっぱ透過力が強いというかですね、芯出しやすいっていう感じです。芯出すって言っても多分味のことなんで分かりにくいかもしれないですけど、味の芯を出す。でも分かりますよね。我々が飲んだ時に何をもって透過っぽいな、何をもってろ過っぽいなって思ってるので、多分その味の芯の部分分かります。でその芯がやっぱ出しやすい、出しにくい、出にくいっていうのがあると思うんで、じゃあその芯があった方がいいのかっていうのは、もう本当バランスの話です。それはコクっていう言い方もできる。コクっていうコクにつながる何かだとは思いますけど、コクではないですね。何かと言われると何ですかね、質感と芯っていう味の芯、もうそれこそボディですよね。結局液体を表す時に、あたかもそこに体があるような感じでボディという言葉を使うじゃないですか。でそのボディが違う、飲んだ時にそのプロポーションが違う、その芯があるコーヒーと芯がなくてないコーヒー、全体がこう一体感を
として見えてくる、なるほど。均一性とともにその姿を持っているものと、真ん中に1本通ってるものと全然違いますよね。脊椎動物と無脊椎動物のカブトムシみたいな、このカブトムシみたいな無脊椎な感じですね、そんな感じです、もうイカとかタコとかイカタコかもしれない、かもしれないそのゼリーみたいな感じですね、ゼリークラゲ的なところですか。まあそれはでも分かる。芯っていうそんな感じですかね。まあとりあえずその円錐と線形、このシリーズの中でこうダーッといろいろ並んで、もともとカフェックさんといえば 3-4 だったじゃないですか。そうですね。でこれは線形の代名詞みたいなところだったんで、そこから円錐化して最終的に出たのがまた線形のオーバルだと、でこれすごいミステリアスな進化だなと思って見てたんですけど、ここら辺はどういう狙いが、要は使い方はもう抽出する人それぞれで、もちろんその今コーヒーラバーっていう言い方してますけども、一般の方からプロの方、また競技に出る人もまたそれなりの考え方っていうのがあって、でそのなりの考え方の中でそれぞれのドリッパーを選んで、例えば競技の人だったらこう競技出るわけじゃないですか。だからそのいろんな抽出の方法があって、いろんな美味しい抽出の方法はその人その人によって、抽出の仕方によってコントロールの仕方、要はコントロールもできる人とできない人っているじゃないですか。プロはコントロールできるんだけど、やっぱりコーヒーラバーの方ってコントロールしにくいっていう人非常に多いっていうことをこう聞いてる中で、どちらかというと、何度も言いますけど、我が社のコーポレートメッセージはその先にあるコーヒースマイルを、その先っていうのはあくまでも家庭で、家庭で美味しいコーヒーを愛する家族や大事な仲間と飲みながら笑ってほしい、そういう空間を作りたいっていう意味の中でこういうシリーズを作ってきた。でそのためにまず、我々の得意先も多くは自家焙煎のコーヒー屋さんが多いんですね。で、基本的にその生豆っていうものを焙煎したらコーヒーになるじゃないですか。でそうするとガスが出です。そのガスをどう抜いていくか、要はこのガスが2週間、そこから先っていうのはちょっと劣化状態になるっていうふうになるんで、その2週間超えたコーヒーに対してこれものを作ってるんじゃなくって、いかにその新鮮なコーヒーを美味しく入れれるかという形を追求した時に、ネルドリップのようにこう膨らむ要素を絶やさないようにまずえぐったのが最初のこの商品なんですね。でこの理論からろ過の層をいかに長くしていくかということの中で、このジープまず45を作ったんだけど、これはちょっと量的に3杯から7杯なんで、じゃあ1杯用をっていうリクエストが世界から来たんで、じゃあ1杯用を美味しくするために、ろ過の層を長くするためにはもっと鋭角にした形っていうので、いろんな角度をこう考えた時に最終的にここの角度で落ち着いたっていうことがあって、これはどちらかというと流れとしてはそうですね、透過性を高めていくような流れにこう進んでいってて、これディープ27とかかなり点滴でゆっくり抽出しないと透過状態になりにくいのかなっていう感じしますけど、いや基本的に点滴まではしなくても真ん中だけに入れてれば、お湯ってこう回転するんで、ある程度ジャッと入れなければ、ゆっくり真ん中だけ入れてれば、意外とこのコーヒードームって言い方してますけど、これを崩さずに抽出、コーヒーラバーでもすることができると。でもあんまりこう出会ったことない人たちからすると、もう未体験ゾーンでどう注いだらどんな反応が起こるのかってめちゃくちゃ面白いところでありますけど、後藤さん使われてます？こういう深いやつ。いやこれね面白いんで使ってみたんですけど、やっぱりそのこうイメージが湧かない、入れてる時にどういうふうにそのお湯が通って反応してくるっていうのもあれだし、やっぱその粉のリアクション見て自分たちは注いでってるんです。その時にちょっと情報量が少なくなっちゃう。リアクションここしかないからね。わかります。情報量が少なくなっちゃうんで、なんかできてみないとこの味が自分がコントロールしてるっていう感じよりはこう入れさせられてるっていう感じがあるので、だからある意味その
このドリッパーの味になるんじゃないかなとは思います、でもそれはやってる方としてはすごくこうできることが少なかったりするので、もうちょっと自由度が高い方が我々は多分嬉しいですけど、一般のお客さんは多分すごく使いやすい。だから小田さんはプロだから、だからこれはさっき言ったようにこう真ん中に簡単に入れれるようなやるべきことが明確であるっていう、だから我がセミナーでよく言うんやけど、これはプロ使用禁止って言うんですよ。だからプロが使う形ではなくて、コーヒーラバーに使ってもらいたい形で考えた形なだので、から逆にプロが使いこなしちゃったらとんでもないアプローチが生まれる可能性があるんで、ポテンシャルはありますよね、だからそこを追求して作ったわけじゃなくて、何度も言うようにコーヒーラバーのために作った形なんで、後藤さん使うとちょっと物足りないかな。プロ使用禁止ということプロ使用禁止ということで、その先にオーバルでしょ、オーバルね。これがちょっと原点回帰を感じさせてゾクッときましたけど、でオーバルっていうのはこれ線形なんですけども、これは円錐は一点集中で落としてくるのに対して、うちの線形は101っていうのはだいたい1杯から2杯、でこれは穴一つなんですよ、穴一つで、もうこちらの3-4もそうですけど、で、102、3杯から4杯は2つ穴なんですね。これも3-4と同じ。そうです。同じ考え方は一緒なんですね。でなぜこの線形がまた円錐と違ってまたいいかっていうと、一旦抽出したやつを1つ穴、これは2つ穴で、上から落とした量と下から落ちる量がある程度真摯になっても一定の量で落としていくっていう考え方の形になってるんで、そういった意味では後藤さんもおっしゃってましたけど、浅入りを抽出するにはもしかしてコーヒーラバーの方には面白いやりやすい形かもしれないし、逆に深入りもコントロールできればそれなりの味を出せる形だと思って、この今までのシリーズのフラワーっていう形、要はえぐった形を作ってみたっていうことですね。この辺りはもう3-4愛しすぎたそうですね。後藤直樹相当思うところあるんじゃないですか。それはでもやっぱりずっとそのお店始めた時から、あとその勉強修行時代からずっとこの3-4を使ってるので、やっぱり他のドリッパーとかも興味あるんでかなり使ってる方だと思うんですけど、やっぱりこれでその抽出が、体が出来上がってるので、やっぱりなんかここからどうずれていってる、そのずれてるのが悪いわけではなくて、私のベースはここにあってってなると、すごいですね、何歳から使ってるんですか？3-4は25、6だから25年前ぐらい。25年間もう使い続けてる、自分の中の中心地点だった地点でもね。ただ途中でリニューアルも何回かありましたよね。でリニューアルもあるし、個体差も楽しみながら私はもう3-4と一緒に育ってきたので、焼き物だからね、個体差はそれなりにありますよね。どうしても 100% っていう焼き物はならないし、どうしても焼き物っていうのは釉薬をこう塗ってこう焼いていくときにやっぱここの大きさがちょっと変わってきたりとか、穴の径が変わったら大きな差ですよね。だからそれも一個一個検査しながら、パスしたやつしか商品化はしてないんですけど、そういうリスクも負いながらこれは今まで作り続けてきたっていう部分もあるんですね。この3-4の魅力はじゃあもう誰よりも分かってるぞと。そうですね。3-4は本当になんかもう本当いつ使ってもよくできてるなと思いながら、そのよくできてるなっていうのはどういう点ですか？いやもう本当にこのへそですよね。へそが可愛いとかそういう話にこの抜けの良さをこう生んでるこのへそって実はなんかやっぱ素人が作ったドリッパーもいっぱい試させてもらったんですけど、もうほぼここまで考えが至ってなくて。ここですね。そうなんですよ。そうなんです。これへそがないと引っ張らないんですよ。へそって言わないとね。穴が複数開いてても全部からちゃんと出てこないドリッパーって非常に多いですね。このへそがないと引っ張らないんですよ。でこの引っ張る力を使っていくっていうのが結構こうスムーズにその透過を促していくっていう、ろ過をこう促していくっていうのはすごく良くて、で、かつそれなりにちょっとこう湯止まりもいいんですよね。
湯が止まるちょうどいい塩梅で湯が溜まっていくっていうこともできるんで、その紳士的にも使えるし、だから溜まるのがちょうどいいっていうのは穴の大きさがちょうどいいっていうこと。落ちるスピードがですねすごくもうこうコントローラブルと言いますか、もう穴一つですけどスピードの調整はかなりできるってできることですね。けどちゃんと溜まってくれると。塩水になるともっとコントロールできるんですけど、その紳士的に溜めていくっていうのは結構難しい難しいですよね。当然大きな穴になりますから、だから溜め逆に、にくい。私は透過保護を推奨してきたんで、逆にためないように考えてきたっていう部分があって、だからどっちがいいじゃないんですよ。でも溜めたい時もあるじゃないですか。はい溜めたい時もあるんですよ。溜めたい時と溜めたくない時っていうのは何によって違うんですか。やっぱその最初の方っていうのはこういい成分をこうギュッとしっかり出したいんで、一杯の抽出の中のタイミングで、そので最初はやっぱちょっとこう溜めたくないので、ロカロカした感じでいい成分出しといて、でそこから先はちょっとそう溜めて味をこう安定させていくっていうのと、後半出てくるその雑味を抑えたいって、その抽出効率を落としていきたいというところでいくと、ちょっと後半は溜めた感じで使いたいっていうのがある時に、なるほどね。一つのドリッパーの中でその、ちゃんとロカロカしたスッと落ちていく、それもできるし、ちゃんと溜まっていって後半その割と紳士的なやつで薄めていくっていうこともできるので、そうすると一杯のコーヒーの中で、よく言われるその美味しいとこをしっかり出して、雑味を抑えてっていうみたいなのができるんで、それを注ぎのテクニックだけでコントロールできるっていうできますし、ね、それがそんなに難しくなくできるんですよね。やっぱりそのこっちでもできると思いますよ。ただ塩水の方もね、できるけど、やっぱ結構難しいと思うんですよ。だからそれってね、ためは難しいと思う。それって今の話は見てる人から言わせれば、後藤さんだからできるんでしょ。これコーヒー教室とかでもこれ使ってもらうんですけど、やっぱり一般の方でもなんかポイントだけ押さえて、入れてもらえればできますよ。最初の方はこれぐらいの高さまでしか入れずに何回かに分けて入れましょうね、で途中からちょっと上げてって入れましょうねって言ったら、もう自然とそういう形になってくれるので、こっちは結構難しいですね。それがテクニックがいる。あと注ぎやすいですよね、オーバルって。やっぱりその人間ってこう円を描くの難しいのと、お湯がやっぱ向こうに行っちゃうじゃないですか。こっち行く時はブレーキが、それはポットのね形状上、どうしても向こうに向かって刺さってきますよね。でそうなるとこう結構均一にこうお湯を注いでいくっていう時に、やっぱオーバルの方がなんか理にかなってるんだなと思いながら、最近よく言うんですけど、例えば2歳ぐらいの子供にクレヨンと画用紙持たせて絵を描かせると、最初からこう丸く描く子って逆に少ないのかな、こう描くじゃないですか。であれば楕円だったらこう入れれば簡単かなとか、いうふうなことを思って、難しかったらもうこうやって入れてくださいっていう言い方最近するんだけど、それ違うのかな。いやそれもいいと思いますよ。その紳士的な感じで入れるってことです。表面的に丸を描いても、その中の層で丸くお湯がね、拡散してない可能性が高いので、表面の話だけじゃ済まないですから、そういう点で言うと表面の形状よりも大事なことがあるっていうことをやっぱりイメージできないと難しいですよね。だそういう点でオーバルの方がなんとなく中がどうなってるかの想像しやすいっていう点でもいいのかなっていう気がしますね。でこの3-4愛用し続けて、これがついに進化系としてフラワードリップオーバルになったと、これはどう見てるんですか。これはですね、もう率直なところ聞かせてください。メーカーも同じ、使うペーパーも同じじゃないですか。そうすると多分そのやっぱりこの辺の違いっていうのがリブの違いが現れてると思うんですけど、やっぱりその私このリブに慣れてるので、イメージ通りこっちと同じようなイメージで入れたとしてもやっぱり味は変わりますね。だからそこが違和感としてまだそこまで仲良くなれてないので、イメージのズレっていうのはありますね。抽出のスピードが微妙に違うってことですね。抽出のスピードがですね、なんかそのこっちが自分の注ぎ方だと思うんだけど、一定のスピードでこう落ちるとしたら、少しこう揺らぎがある感じで落ちていく感じはするんですよ。こっちが、もうこれ本当ちょっとのもう気持ちそんな気になってるぐらいの差なんで、あんまり気にしないでほしいですけど、こ
スーッと落ちてるよりは溜まって落ちる溜まって落ちるをこう繰り返しているような感じがフラワーはするんですよね。それがだから何なんだっていうところなんですけど、こっちに慣れてると、なるほどね、違和感を感じるって言ったらそれだけです。小田さんも長年こっち使ってくれてる、でも形状を見ると明らかに違うのは、このえぐりの部分が非常に外側に広く開いてるんで、外側に対して浸止する能力が高いんじゃないかなと、たまる力が、これとこれですもんね。だいぶその物質として器としての容積が違うような感じします、ね、そうなんですけど膨らんでここにくっつくんですよ、ペーパーが、くっつくので後半がちょっと落ちにくくなる場合があるんですよ。こっちはですね、こっちの方がはっきり浮くんだ。点の数が多いじゃないですか、ここに接している点の、だからその点で支えて、その向こう側穴が開いてるじゃないですか、だからペーパーがくっつかないんですね、こっちは。だからその蒸らしも結構スムーズにいくし。なるほど。紙が閉じやすい点もある。ただくっつかないようにこのえぐった間のリブをちょっと高くしては設計はしてるんですけどね、だからそこの微妙な塩梅がいや多分これ3/4とオーバルは全く分かんないと思いますよ、使ってても。だけども使いすぎてこれで入れすぎて、だから本当にそうなんですよ。ただで形状とかペーパーが違えば違うドリッパーだっていう頭で入れるんですけど、もうほぼ同じ感覚で使えちゃうんで、逆にちょっと違和感、ちょっと違う、何が違うかが言葉で言い表せないぐらいちょっと違うっていうのはあります。それは慣れの世界っていう感じですね。逆に言うと、同じように使えるってことです、一般の方はですね。多分そんな違和感なく使えると思うし、やっぱりオーバルの方がなんか注ぎやすいなと思うんですよ。私ずっとこれを使ってて、で塩水も興味あるから塩水でもやっぱり入れるんですけど、オーバルっていうのはこの線形っていうですね、この一族ね、この線形一族、楕円のことをオーバルっていうんですけど、今まで楕円で注いでたのに、なんか突然まん丸に注ぎましょうって言われて、難しいなと思ってやってて、で楕円に戻るとなんか楽だなってなんか本当に理にかなってるというかですね、人間のでも楕円軌道を描くね、そのもうメソッドが完成してますからね。そうですね。そこからさらにそうですね、自分の体自体も楕円運動してという抽出。そうだから世界がちょっと全然違う。モルアイで図法で世界を見てたのが突然地球が丸くなっちゃったみたいな。全然違う。よく変な例えになっちゃいましたけど、地動説天動説ぐらいの違いが生まれてる。でも本当にそんな感じです。私から見る風景というのはハンバーグ状に楕円形のものをにお湯を注いで入れていくんだと思いながら入れていくのと、やっぱりそのまん丸のものにそのまん丸を壊さないように入れていくんだってなると、そのまん丸を維持するって結構なストレスになると思うんですね。でそのストレスでなんかそれを達成するのに余計なリソースを使っちゃうみたいな感じで、こっちは楕円に注ぐのはそんなに難しくないんですよ実際。そうか、だから根っから楕円でできてるからそうなんですね。そうするともっと考えられることが増えるじゃないですか。量とか自分始めた時から丸く膨らますところから始まってるんで、何のストレスもなく丸くしますけど、素晴らしい、羨ましい。そこはやっぱり違うんですね。逆に楕円っていうのが気持ち悪いんですか。楕円はだから趣味の時にいろんなものでやってましたけど、楕円は楕円の気持ちよさはあるなと思います。そうですか。気持ちよくやりにくさはないです。気持ちよく膨らんでくれるし、膨らんだドーム全体としてその認識できるのが楕円の方かなっていう気がします。円錐だとやっぱり全方位の均一性みたいなのをすごい意識しなきゃいけないので、楕円の方が全体として捉えられる良さは感じます。あと綺麗に全体膨らまなかった時のその気持ち悪さってあるじゃないですか。味のね。あと落ちきった時の粉が綺麗に円錐だったら綺麗な円錐を、そうですね、真ん中にスーンと落ちてる。それって結構難しいじゃないですか。難しいですね。楕円でも難しいのに円錐になるとさらに難しくなるんで、そうするとなんか入れ終わった後にちょっとストレスというかうまくいかなかったっていうですねちょっとの差ですよ多分。そういうのが
プロの苦悩の世界そうなんでなんですすよね、それは。ねいやまあ、こうやって線形と円錐と2つのドリッパーが同じシリーズ上に並んでるっていう風になってますけど、この明確に用途を分けるってことはできますかね。例えば浅煎りだったらもっち使おうとか、そういうのってなんか言えますか。多分まあやっぱり味としても出方は違うので、基本的にコーヒーって無理なく入れていくっていうのが多分大事だと思うんですよ、もちろん作りたい液体っていうのがあって、はいはいでそれに対してじゃあ使う器具っていうのがあってとか、そうですね、作りたい液体ありきですね、どう考えても。でそこに粉の引き目とか粗さとかいろいろなってくると思うんですけど、その作りたい液体って今結構いろんな液体が評価される時代じゃないですか。まさに、そうなると必然的にその道具もうまく使い分けてっていうのが自然なような気がしますね。でそれからいくとなんかもう店でずっと使ってるからこれで無理してスペシャルティーコーヒーの浅煎りを入れてるっていうところも我々はあるかもしれないし、で逆になんか世界チャンピオンとか競技会でよくみんなが使ってるからやっぱりスペシャルティーはこの形かなって言って円錐を使ってるけど、まあ実は本当はこっちの方が向いてるんじゃないとか、そういうことはあるかもしれないので、まあいろんな検証はしてみる。なるほど。私がねよくセミナー海外行ってセミナーしたり展示会で何回も抽出したり、そうすると海外のお客さんのコーヒー使う時に浅煎りが多いんですよ。でどっちかというと私は透過法を推奨してるんで、そういう入れ方するんですけども、中入り中深深入りっていうのは割とドーム作りやすいんですけど、だからガス発生を前提とした器具設計っていうのがもうさっきの話の最初からの流れだから浅煎りでガス出ないやつどうするのっていう話でしょ。そうするとちょっとなかなかやっぱりコントロールするのが難しいんで、こうしながら入れるんですよ。左側でバランス取りながら、バランス取りながら全体に練るみたいな感じですね。でそれってやっぱ難しいじゃないですか。で浅煎りが今の話は置いといて、美味しく入れる方法ってどんなやり方が美味しく入るのかな。まず浅煎りの美味しさとは何かみたいなところも定まってないのはね、感じますけど、浅煎りを入れるんだったらこの中だとどれですか。まあその浅煎りのコーヒーでじゃあ浅煎りでデミタスのようにどしっと重くて濃くて重くてっていうのがあんまり美味しいって思われるイメージってなんかない気がするんですね。浅煎りはライトで、フレーバーをさっと楽しむみたいな、どちらかというとティーライクで香りが楽しんで、酸はもちろんあるんですけど、その酸が強すぎないように抑えられてて、でクリーンでサラサラ飲めるっていうのがなんとなくスペシャルティーの浅煎りだからかもしれないですけど、そういう綺麗にフレーバーがあってっていう感じでいくと、結構香りが開いてるけど、ボディも開いてて閉じてない、ってなると結構紳士的な方が自分は一部ろ過的なところは必要ですけど、紳士的な方がなんとなくゴールの液体には近いのかなとは思うので、じゃあたまる方がいいから線形選んだ方がいいっていう話になっちゃう、の方がいいと思うんですけどね。でも逆にあえてこのディープ27とかをためながら使うっていうのもありかもしれないですね。それでもいいかもしれないですけどね。ただなかなか使ってる方は見ないので、なんでだろうと思いながら見てますけどね。さっきこの録画する前にちょっと雑談の中で、紅茶みたいに浅煎りをビーカーの中にひいた豆入れて、お湯を入れてかき混ぜて、でドリッパーでろ過したら美味しいんじゃねえかっつさっき雑談やってたじゃないですか。その考え方って聞いたらなるほどなっていう部分はあるんですけど、そういう理屈をドリッパーにしちゃってるメーカーさんもね、ありますから、そのやり方はもう一般的になりつつあるかなと思いますけど。もう浅煎りは成分それなりに出してあげればね、ちゃんと理屈的には間違ってはないのかな、そういう考え方もね。中で飲み比べで、こちらの塩水と、フラワー
皆さんこう興味があると思うんですけど、ハンドドリップの競技会とか協賛していただいてて、道具も両方出していただいてるので、やっぱ今年から両方そのオーバルとフラワーの円錐が両方出てるので、皆さん気になると思うので、振る舞いコーヒーを出す時にあえてこの2つで入れて皆さんに飲み比べみたいな、この2つってこの似てるこの2つ、そうです。これとこれ、で割とその、スペシャルティの競技会なんで浅入りのコーヒーを入れることが多いんですけど、この2つを入れ比べて、で私がオーバル担当で、これ使い慣れてる方がこっちのフラワー円錐担当で、同じコーヒーを同じ抽出レシピで入れて、どっちがいいですかって言って飲み比べてもらうんですけど、今んとこ6勝2敗でこっちの方が良かったりして、自分もこっちの方がその使う豆によりますけど、使う豆には向いてるし、でも競技会の現場っておっしゃってたんで、基本的にはある程度浅いコーヒーが多くて、やっぱこっちの円錐使う方が多いんですけど、オーバルの方が選手の皆さんが飲んで、どっちが美味しいですか、好きですかっていう話を聞いた時にオーバルの方がいいっていう方が結構多いんで、そうすると今までこうなんとなく円錐が浅入りに特化した、透過法なんだみたいな、漠然ざっくりとした議論からは、だいぶ逆の話になってくる。そうなんです。だからそういうフィルター全部外してみて、単純にどっちが好きですかって言って、液体でね、液体としてどっちのバランスが好きですかって言われたら、なんかスペシャルティの浅入りに関して言えばオーバルが結構人気なんですよ、現場で行くと。で自分もそう思います。でそんなにこう工夫して入れてるわけじゃなくて、いつも通りに入れてるし、こっちもいつも通りに入れてるってなった時に出てきた味のバランスが、飲んだ時にやっぱりなんかロカロカしてて、こうギュッとしてて、それはそれで美味しいんですけど、本当そのロカロカしててギュッとしてて絞ったフルーツジュースみたいな感じです。それはその良さがありますよね。でこっちは絞ったジュースっていうよりは本当にこう、もう本当にこうそんなにギュッと絞らずにさらっと出したような感じの紳士してる感じが出てるので、本当にやっぱこう比べてみてほしいですよね。今度飲んでロカロカしてますねとかやってみたくないですか。それはあると思いますね。ちょっと飲み比べやってみましょうよ。そしたら、そうですね、せっかくだから、ね、そんなに違いが出るんだから、なんか中塚社長ちょっとね、秘伝のドリップで一発ロカロカしてロカロカしたやつロカロカしたやつを入れちゃうわけ。ロカロカタイプですよね。でも社長のドリップの仕方のような気がします。じっくりやっぱりそのネルドリップをこう、これでペーパーで再現しようっていう感じなんで、ネルって本当にロカじゃないですか。何度も言うけど、やっぱり子供の頃って言ったら昔喫茶のブームがあった時に、その喫茶の親父がこうやって入れてるんでかっこいいなってやっぱ思ったこともあったから、そういう。じゃあネルドリップが進化して生まれた円錐系ということで、じゃあもうザ・フラワーをロカロカ入れていただいて、お父さんじゃあ紳士まではいかないけど、本当に普通にこういつも3-4を使ってる感覚で入れると、そんなわざとらしい紳士じゃなくて、普通に出してもやっぱりその味の違いって出ると思うんですよ。それ飲んでああだこれ言っていいですか。はい。